こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日は投資信託でどういう商品について買えばいいかっていうのについて、自分が思うものについて説明します。今まで5回、株について説明してきました。で、今日は投資信託についてですね。で、株式投資で結構おすすめで、経済が勉強できますと。で、元手がなくても結構、買いやすいですね。で、あと複利が効いて、長年積み立てることで結構稼ぎやすいっていうことがあります。なので、株について勉強していくのはいいことかなと思って基礎から分かりやすく説明しています。で、自分は2005年から株式投資やってて、今まで2000万ぐらい稼いできてるんで、比較的ちょっとは詳しいかなと思ってます。今日は、株の基礎ですね、投資信託ってものについて、前回説明したので、どういった商品があるか、そういうのを説明します。で、簡単におさらいなんですけども、投資信託って、投資家が、ファンドにお金を預けて、で、そのファンドの人が、運用をしてくれると。代わりにね、信じて託すって、投資してくれるですね。で、株だったり、外国の株、外貨、いろんなものにあって、それ投資の種類によって変わるんですけども、それで、稼いだお金を運用利益、配当として渡してくれたりだとか、さらにそれを投資して、再投資して増やす。そういうことをやってますと。なので、投資家はもう買えば、あとは勝手にこのファンドマネージャーがやってくれると。で、注意点としては、手数料かかるんで、買うのは銀行とか証券会社、ネット証券っていうのを買うときに手数料かかりますと。で、前回 4% ぐらいかかるのもあったりとかして高いのだと、もう買った瞬間 4% マイナスになっちゃいますよってあるんで注意が必要ですと。で、特に銀行とか、対面の証券会社が特に手数料高いんで、おすすめはネット証券ですね。で、あと、お金を、それで預けて、で、あと、この、ファンドマネージャーが、のお金取り分っていうんで、信託報酬っていうのは年間 0.1% ぐらいから2% ぐらいですね。高いのだと 2% ぐらい取られるんで、それも注意ですと。なので、買うときと、あと、年間かかるよっていうのがあるんで、そこを、高いもの買っちゃうと結構リターンが少ないですよっていうのがあります。で、投資信託の種類は大体3種類あって、インデックスっていう日経平均とか、なんかに連動してるようなものを買っていくやつと、アクティブって言って、さっきのこのファンドマネージャーが選んでいい株を売り買いしてくれる。でもそれは実はあんまり良くなくって、リターンが意外と、儲からないっていうのが分かってるんで、これはやめた方がいいですね。手数料負けとかしたりしますと。で、あとバランス型って言って、いろいろインデックスを混ぜこぜにしたりするやつですね。そういうのがおすすめですと。で、なんでアクティブダメかっていうと、いろいろ出てるんですけども、アクティブの、評価っていうか、値上がりは、インデックスに平均的に勝てないっていうのがあって、中には超えるのもあるんですけども、なのでこれ財の、連載なんですが、アクティブファンドはインデックスに勝てないっていう、資産運用業界にとって不都合な事実ってことで、ここに、S&P500 ってアメリカの500社ですね。500社の、インデックスと、アクティブファンド比べると、大体5年とか15年ぐらいで、90% ぐらいですね。S&P が勝ってる、インデックスが勝ってるところなので、10% ぐらいの、ファンドしかアクティブなやつはファンドマネージャーが勝てないってなってるんで、今までの結果だけ見ると、今後どうなるかわからないんですけど、今までのデータから見ると、アクティブは結構勝つ確率が、高くないですと。日本に限ってみても、トピックス100、S&P トピックス150でも7割ぐらいですね、こっちのインデックスが勝ってるんで、あまりアクティブをあえて選ぶ必要はないのかなと思ってます。で、アクティブは除外して今日は説明しますが、投資信託どういうのを選ぶかっていう時に、まずやっぱスタンスを決めた方がいいですね。で、あと経済を予測してみてそれを買ってみるっていうのは結構面白いかもしれないですね。あともう何もわからないよって言ったらもうあとはバランス型っていうのをおすすめしてます。で、スタンス決めようっていうので、投資信託は特にそうなんですけども、どういうスタンスで投資信託買いますかっていうんで、これ前もやったんですけど、安定、例えば10万円を1年後に11万円にしたいのか、例えば10万円を1年後に20万ぐらいにしたいのかっていうので、多分買う商品とかも変わってくるんですよね。で、投資信託はどちらかっていうと、安定して積み立てるようなものに向いてるんで、どちらかというと安定して、年間 10% でもすごいリターンになるんですけども、そういうもので、複利でどんどん積み立てて増やしていくってことなので、あんまりおすすめは
こっちの方がいいですね。で、攻めで、こうなんか、1年間で倍にしたいとか、そういう話だったら、投資信託よりも、どちらかというと個別の株買ったりとかした方がいいかもしれないですね。その分リスクは高いんで、これなくなる可能性もあったりするんで、なので投資信託は、やっぱこう安定して積み立てて、毎月同じ金額買っていくようなのが、複利で増えていくんで、それがおすすめなので、積み立て向けですね。どちらかというと、僕はそう思ってる。違う意見の方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい。で、スタンスは決めた方がいいですね。なので、投資信託、なので、積み立て NISA とか、イデコとか、そういった感じでやっていくんだったら、絶対投資信託ですね。で、経済を予想してみるってことで、結構、ニュースとか見てる方いらっしゃると思うんですが、そのニュース見て、それで今後日本はどうなるとか、海外どうなるかとか、そういうことで、この株は全体的にここは市場が上がりそうだなっていうものを買っていく。それはそれで、おすすめですね。例なんですけど、例えば2019年に日経平均どうなりますかって予想したときに、これ個人的な予想になっちゃうんですけど、ずっと2012年ぐらいからずっと上がってきて下がって上がってっていうんで、一応上昇トレンドにはなってるんですけども、ここからちょっと下がりましたと、年明けにね。そこから、トレンド変わって下がるのか、上がるのか、チャートだけ見ても何も言えないですと。ただ、今年入ってからニュースだと、例えばもう中国とアメリカの貿易戦争でね、関税がどうこうって争ってますし、トランプがなんかもうメキシコに壁立てるとかわけわかんないこと言ってますし、アップルね、ちょうど失速して売り上げが、久しぶりに下がりましたよね、中国での。あと日本電産の長森さんって方が、日本電産ずっと、好調で結構すごい有名な経営者なんですけども、今月これまで長い経営経験の中でも見たことないほどの落ち込みで、11月と12月の売り上げはむちゃくちゃガクッと下がって、これありえないとか言ってたりとか、いろいろちょっと変調は見えてきてますと。なので、今のところ自分としては下がってもおかしくないなって気はしてて、ただわかんないですね、これどっちに行くかって。これ誰もわかんないんで分かってる人いたらね、それ全財産かければ大儲けできるんで、ただそう分かってる人なんかいないんで、どっち上がるかもしれないし下がるかもしれない。どっちっていうのがあって、もし日経平均ね、こういうのあるから下がるから株やめた方がいいって方もいるかもしれないですけども、実はでも日経平均下がったら儲かるような ETF って上場の投資信託ですね、がありますと。例えばその ETF の中で、普通に日経平均が上がると、それに連動して上がるような ETF っていっぱいありますと、こんだけ。で、この番号で検索すると、普通に出てくるんですけども、こんだけやって、で、日経平均が下がると儲かるって、その、逆に日経平均を空売りしてるような感じになってるんですよね。で、逆のものもあるんで、こういうのを買っていけば、日経平均が下がる。間違いなくもうここから下がっていくだろうって思ったら、こっち買っとけば儲かるっていうのがあるんですね。空売りとかしなくても。なので、そういう、逆に下がるっていうふうに思ったら、こういうのを買っておくっていうのはいいかもしれないですね。株価が下がった場合のリスクヘッジっていうか、景気がね、後退するんで、でもこっちで持ってるとこれは上がるみたいな形で、リスクヘッジにはなるかなと。大体その、インバース、逆って意味なんです。インバースインデックスとか、あとベアって書いてあると、下がると儲かるような感じですね。知ってる人は知ってるかもしれない。ベアって、熊が上から、なんですか、殴るみたいなイメージですかね。上から攻撃するからこう、下がるからベアで、ブルっていうのはもう、牛がね、角でこう、突き上げるから、上がってる時に儲かるのはブルで、下がると儲かるのはベアみたいな、そういうなんかよくわかんないなったりしますが、なのでそういう風に経済を見て、今後こうなるんじゃないかっていうのを予想できるんだったら、それをやってみると、逆にね、ちょっと外れたとしても、そんなに大きな資産失わないぐらいかけておけば、なんていうか、景気、それでね、それきっかけに日本の経済とか日経の情報を調べるようになったりとかして、いい意味もあるんじゃないかなと思ってますと。そうなってくると、例えばなんか有事の金だみたいな感じで、どうも金とかなんか資材が今後上がってくんじゃないかとかっていう話があったとしたら、例えばなんか金の ETF ってあるんで、それ買っとけば金が上がると同時に、この ETF も上がっていくっていうのがあるんで、そういうのも資源も変えると。例えばプラチナとかパラジウム、銀、あと原油ですね原油先物とかあるんで、あんまり買ってるそんなメジャーではないですけども、
普通に例えばもうシェールオイルはもうなくなって今後ね原油は上がっていくんだみたいな風になってくると、まあ、原油買っとくみたいな、まあ、そういうのもありかもしれないですよね。まあ、そういう風に、まあ、経済が、まあ、今後こうなるっていう風に結構確信持っているんだとしたら、そういう銘柄をちょっと買ってみるっていうのはいいかもしれないですね、 ETF で。まあ、例えば金とかだと、まあ、このなんか1326ゴールドシェアっていうやつがまああって、まあ、こういう風に普通に東証に上場してるんで、まあ、これを金と価格と連動していってると、まあ、2009年ぐらいから上がっていって、まあ、ここずっとそんなに変動はないですね、まあ、実際の金の価格と連動してるんでそんなに、まあ、そこから上がるかどうかよくわからないんですが、まあ、そういう風に、金が上がると思えば金の ETF 買うっていうのもありますと。あとアメリカの株がやっぱり上がり続けるだろうみたいなね、アメリカやっぱ強いと思ったら、この例えば S&P の500っていうのを買っとけば、まあそういうアメリカの、500社ですね、代表500社の、平均の、まあ日経平均みたいなもんですかね。まあアメリカはダウが有名なんですけど、ダウはまあ銘柄すごい少ないんで、もうちょっとこの500社ぐらいの、S&P500 ってあって、まあ結構これの、まあこれ1998年ぐらいからまあずっと上がってきてはいると。まあリーマンショックとか IT バブルとかも乗り越えて上がってきてるんで、まあ意外とリターンはいいですよって言って、まあバフェットさんってまあ投資の神様なんですけども、まあ、自分が死んだら、この S&P500 を 90% 買いなさいっていう風に、まあ、言ってるぐらい、これ買っときゃいいよっていうので、まあ有名っちゃ有名ですね。なのでまあこれに積み立てるっていうのはあるかもしれないですね。ただまあね、これまた下がるかもしれない。どんどん下がり続けるっていう可能性もゼロではないんで、まあ、日本の、前もちょっと話しましたが、1990年ぐらいですかね、ぐらいの土地神話ですね。あれも日本の土地上がり続けると思ってたんですけれども、まあ、実際バブル崩壊して価格下がったと。っていうこともあるんで、まあ、この S&P の500も、まあ、ずっとね、ここ100年ぐらいは上がり続けてるんで、ずっと上がり続けると思ってるんですが、まあ、下がる可能性はもちろんあるんで、まあ、信じてはいけない安易に全額かけるのはあれなんですけども、ただまあ、アメリカがまあ今後も成長すると思ってれば、まあ、これに買うっていう感じのもありますと。なのでまあ、今後経済を見て、どれが、上がるか下がるか、まあそういう判断できれば、こういうの買ってみてもいいんじゃない、少額ですね、買ってみてもいいんじゃないかなと思います。まあでも実際は、まあ何が上がるかなんかわからんよって、とりあえずそんな考えたくもないから、とりあえず買っておきたいよっていう方がいたら、まあ例えばバランスよく買うっていうんで、こういうバランスの、インデックス系、バランスの、投資信託ですね、買うのもいいかなと思ってます。まあいろいろ、もうむちゃくちゃいろいろ種類あって、これ、SBI 証券ですね、SBI 証券のとこから、まあ適当に持ってきたんですけども、積立 NISA のとこから持ってきたんですが、まあ例えばこう6資産均等みたいな、こうなんか野村アセットマネジメントの6資産均等みたいなやつで、まあ債券と株式とリートですね。まあ、リートは、不動産投資信託なんですけど、なので、まあ、債券と株と、不動産を、3等分して、それを、まあ、国内と国外で、まあ、分けましたよ、みたいな感じで、6等分ですね。まあ、なので、なんか、例えば、株が下がったとしても、まあ、債券の金利が上がるから、こっちで、リカバリーできるとか、まあ、世界経済がまんべんなく成長してるとしたら、まあ、これで安定していきますよ、みたいな、まあ、そういうイメージですかね。なので、まあ、結構、分割しておけば、どれかはいくっていうんで平均的に上がっていくと。なのでまあ少ない、まあ、数百円とか数千円ぐらいの金額からまあこうやって分散して買えるので、まあそういった意味では投資信託のこの積み立てですね、いいのかなって気はしてますね。安定的に買っていくと。まあこれはまあ均等なんですけども、こういうまた別のやつで、これなんだったかね、積み立て NISA 対応すごろく SBI 資産設計と書いてあるんですけども、まあ、これ日本株が 3%、3% なんです。日本の株 3%、国内債券 3% で 6% しか日本買ってなくって、まあ大体、先進国の、株と先進国の債券が、まあ、50% ぐらい買ってて、残り新興国の株と新興国の債券をまあ 40% ぐらい買ってますよみたいな、まあそういう感じになってますね。なのでこれどちらかというとこっちに比べるとこっちの方がちょっと外国寄りで、もうちょっと、株と債券に買ってる新興国も入れてるっていう感じですね。なのでまあちょっと攻めた感じになってますと、まあ、さらにもうちょっといくとまあ8資産均等みたいな形で日本先進国と国内のリートと
あと先進国と、先進国と国内、先進国、国内、新興国の株取りと債券をいい感じにこう均等にミックスしたみたいな、そういう商品もあったりしますと。なのでこういうのを買っておくとよりこうバランスは取れてる感じになるんですね。世界的にこうね、地球全体としてのその GDP がちょっとずつ上がっていくみたいなイメージであれば、こういうのを買っておくと、いいのかなっていう、比較的リスクは少なく安定的に投資できるのかなって思ってます。なのでリターンは少ないんですけども、世界が平均的に経済が良くなっていけば、そういうの増えていくっていうのもありだと思います。これ詳細欄に貼っておきますが、SBI 証券とかで普通に口座開いて、積立 NISA ですね、とかやっとけば、こういうのを、買うことができますと。なので、ネット証券がいいですね、口座やるとしたら。いろいろ楽天とか、いろんな DMM とかいろんな証券会社あるんですけど、自分はずっと SBI 使ってるんで、SBI しかあんまり知らないんですが、でもそんなに大差はないので、どこでもいいのかなと思ってます。もし、詳しく知りたければ証券会社比較とかでやっていろいろ比較すればいいかもしれないですが、普通に積立 NISA とか普通にやってる分にはそんなに変わんないですね。投資デイトレードみたいなんでバンバン信用取引やるとか、あと結構手数料がどうこうとか結構いろいろ特色あるんですが、SBI は買っときゃいいかなって気はしてますね。ってな感じで、投資信託何買うかっていうと、どういうスタンスで買うかですね。投資信託どちらかというと安定的に積み立てていくようなイメージが、向いてるのかなと思ってます。で、手数料に注意しないと、手数料買っただけで、昨日話しましたが 6% ぐらいいくやつもあるんで、特に銀行とかは、本当クソ高いんで手数料が、もうほとんど、銀行から進めてくると思うんですけども、そういうの無視した方がいいですね。で、アクティブは、勝つ確率が少ないんで、中には勝つのもあるかもしれないんですが、そんなに買わない方がいいのかなと思ってます。で、2つ戦法があって、なんか上がりそうなものがある程度予想つくんだとしたらそっちを買うですね。どれが上がるかって誰もわからないので、予想はできないんですけれども、予想が当たる自信があるんだとしたら、そうやってそういうものを買うっていうのもいいかもしれないですね。あとバランスよく買うんだとしたら、さっきの分配型ですね。こういう商品買っとけば、何も考えずに、均等的に買っていく。むちゃくちゃ商品あるんで、選ぶの逆に難しいかもしれないんですけども、この、大体割合が違うだけですよね。っていう感じになってます。なので、投資信託は毎月一定額を買うのがおすすめですね。で、明日は、イデコっていう、やつ、イデコなんだっけ、確定拠出年金ですかね、個人的な。それ投資信託買ったりできるので、それとあと積立 NISA とか、どういう違いがあるかとか、自分がそんなに詳しくはないんですが、それについてちょっと自分の知ってる限り解説しようかなと思ってます、明日は。で、今まで株の、基礎、株そもそも何とか、投資信託って何とか、そういう基礎からずっとやってるんで、もしよかったら、これ再生リストもありますし、直近、解説してるんで、よかったら見てみてください。このチャンネル不動産投資ですね。あとこういう株とかですね。あとFX、あと経済がどうなってるか、リーマンショックがどうなってるかとか、あと物理とか、そういったこと役立つ、ビジネスとか仕事に役立つ、稼げるような情報を発信してるんで、よかったらチャンネル登録してください。最後まで、ご視聴ありがとうございました。もし面白かったら高評価していただければ嬉しいです。で、答えられる範囲でコメントいただければコメント書いていただければ返信してます。あと Twitter ですね、やってますんで、よかったら登録してください。あと LINE アットやってるんで、LINE アットでプレゼント配信中なので、よかったら登録してください。どうもありがとうございました。